どうして？作、ジム・ウィリス。訳、きなこの飼い主。私が子犬だった頃、あなたは私のおかしな仕草で笑ってくれましたね。私のことを僕の子と呼び、何度も靴を噛んだり、クッションをダメにしたにもかかわらず、私はあなたのベストフレンドになりました。私が悪いことをすると、いつも指を振りながら、どうしてこんなことをするの？と聞きました。でもすぐに許してくれて、仰向けにしてお腹を撫でてくれました。あなたはものすごく忙しかったから、私のしつけには思ったより時間がかかってしまったけど、なんとか一緒に頑張りましたね。ベッドであなたに鼻をすり寄せ、あなたの打ち明け話や胸に秘めた夢に聞き入った夜のこと。私は今でも覚えています。これ以上に幸せな人生はない、と確信していました。一緒に公園で長い散歩をしたり、ドライブに行ったり、アイスクリームを買いに寄り道したりしましたね。アイスクリームは犬には悪いからといってコーンしかくれなかったけど。そして私はあなたが一日の終わりに帰ってくるのを長い日向ぼっこをしながら待っていました。次第にあなたは私よりも会社や仕事に時間を割くようになり、人間のパートナーを探す時間も増えていきました。私は辛抱強くあなたを待ち、失恋したり落ち込んだ時は慰め、間違った決断をしても決して文句を言わず、あなたが帰宅した時は大喜びで飛び跳ねました。あなたが恋に落ちた時も。彼女、今ではあなたの奥さんは犬が好きではなかった。それでも私は私たちの家に彼女を迎え入れ、優しく接し、彼女の言うことを聞きました。あなたの幸せが私の幸せだったから。やがて人間の赤ちゃんがやってきて、私もあなたと大喜びしました。私はすっかり赤ちゃんのピンク色や匂いに魅了され、私も一緒に赤ちゃんのお世話がしたいと思いました。だけど、彼女とあなたは私が赤ちゃんを傷つけるかもしれないと心配して、私はほとんどの時間を別の部屋かクレートに追いやられて過ごしました。私がどれほど赤ちゃんを可愛がりたかったことか。でも、私は愛の囚人になってしまったのです。子供たちが成長し始めると、私は彼らの友達になりました。子供たちはよちよち歩きで私の毛につかまって立とうとしたり、私の目を指でついたり、耳をめくって覗いたり、鼻にキスをしてきました。私は子供たちの全部が大好きで、子供たちが撫でてくれるのが本当に嬉しかった。なぜなら、その頃にはもう、あなたはめったに私に触れなかったから。そして何かあれば、私は命に代えてでもあの子たちを守るつもりでした。私は子供たちのベッドに潜り込んだり、子供たちの悩み事や胸に秘めた夢に聞き入ったり、一緒に
あなたの車が車庫に入ってくる音を待ったりしました。以前あなたは誰かに犬を飼っているかどうか聞かれると、財布から写真を取り出して私の話をしていたこともありましたね。でもここ数年はあなたはうんとだけ答えて話題を変えていました。私は僕の子からただの犬になり、あなたは私にかかるあらゆる出費が嫌になっていました。そしてあなたは別の町で新しい仕事を見つけ、あなたと彼らとでペット不可のマンションに引っ越すことになりました。あなたはあなたの家族のために正しい決断をしたのでしょうが、私があなたのたった一人の家族だった時もあったのですよ。私は久しぶりのドライブでワクワクしていました。保健所に着くまでは。そこには犬や猫、そして恐怖と絶望の匂いが漂っていました。あなたは書類に記入すると、この子にいい家庭を見つけてくださいね、と言いました。施設の人たちは肩をすくめ、あなたを微妙な表情で見ていました。彼らには分かっていたのです。たとえ血統症付きでも、もう若くない政権が直面する現実を。パパ、ダメだよ。僕の犬を連れて行かせないで。私にしがみつき叫ぶ息子の指を、あなたは首輪から離させました。私はあの子が心配です。そして、友情、忠誠心、愛、責任、そして命の大切さについて、たった今あなたがあなたの息子に教えたことが、あなたは私の頭を軽く叩いてさよならを伝えると、私と目も合わせず、首輪とリードを持ち帰ることを丁重に断りました。あなたが締め切りに追われていたように、今度は私自身にその締め切り期限ができたのです。あなたが去った後、優しい二人の女性は引っ越しのことは何ヶ月も前から分かっていたはずなのに、この子に新しい家を見つけようとはしなかったのね、と話していました。彼女たちは首を横に振りながら言いました。どうしてこんなことができるのかしら。施設の人たちは忙しい中、できる限り親切にしてくれました。もちろんご飯は与えてくれましたが、私はもうずっと前から食欲をなくしていました。最初は誰かが近くを通るたびに、檻の前に走り寄りました。気が変わったあなたが迎えに来たのだと願いながら、これは全部悪い夢だったのだと願いながら、そうでなければ、せめて私を気にかけ、助けてくれる誰かじゃないかと願いながら。でも、自分の運命を知らずにはしゃぐ無邪気な子犬たちにはかなわないと悟ったとき、私は檻の片隅に引っ込みました。そして、ただ待ちました。その日の終わりに、施設の女性が迎えに来る足音が聞こえました。
私は彼女について通路を静かに歩き、別の部屋に向かいました。静寂に包まれた部屋です。彼女は私を台に乗せると、私の耳を撫でながら、心配しないでいいのよ、と言いました。私の心臓はこれから何が起こるのかと、ドクドクと波打ちましたが、同時に安堵のようなものも感じていました。愛の囚人に、その期日が来たのです。もともとの性格のせいか、私は自分のことより、彼女のことが心配でした。彼女が背負っている耐え難い心の重荷。私にはそれがわかるのです。あなたの気持ちもすべてわかっていたように。優しく私の前足に止血帯を巻いたとき、彼女の方には涙が伝っていました。もう何年も前に、あなたを慰めたのと同じように、私は彼女の手を舐めました。彼女は慣れた手つきで注射の針を私の静脈に入れました。チクッとして、冷たい液体が体に流れるのを感じると、私は眠るように横になり、彼女の目を見つめながら、かすかな声を漏らしました。どうしてこんなことを。おそらく彼女には私の言っていることが分かったのでしょう。彼女は本当にごめんなさいと言いました。私を抱きしめると、彼女は間に合わせるように急いで説明してくれました。私がないがしろにされたり、虐待や飼育放棄されたり、自分一人で生きていかないといけないようなことのない、今よりいい場所に行くのを見届けるのが彼女の仕事なのだと。そこはこの地上とは全然違う愛と光に満ちた場所なのだと。私は最後の力を振り絞ると、彼女に尻尾を当てて伝えようとしました。さっきのどうしてこんなことをは彼女に向けたものではないということ。あれは私の最愛のご主人様、あなたに向けた言葉でした。私は最後の時もあなたを思っていたのです。私はこれからも永遠にあなたのことを思い待っています。あなたが人生で出会うすべての人がこれからも私と同じくらいあなたに誠実でいてくれますように。